1911年11月6日、福岡県筑紫湯、お侍そばに生まれた谷豊。幼少期の2歳で家族と共にイギリス領マレークアラトレンガンで移住し、父、浦吉が理髪店バーバー谷を開業します。学歴には日本に戻り、地元小学校に通った後、1927年に再びマレーに戻り、地元のマレー人や中国人と交流しながら成長しました。1930年頃にはイスラム教に改宗し、マレー文化への親和性を深めたと言われています。はい、それでは、トレンガヌの方に到着しましたね。こちら。ね、今では普通の、空き家なのかな、ここ。ちょっと、隣はこっちは住民の方いらっしゃるんですけども、こちらは空き家のようですね。多分これなんですよね。こちらがですね、谷豊さんが住んでいた、家という形になりますね。いやー、まだ残ってるんですね。ここにね、福岡から出てきて住まれてて、バーバー谷の方がこちらの方にあったという形ですね。いやー、遠い。今日はね、KL から何時間だ、5時間かかっちゃいましたね。はい。いやー、いい。ここですね、かつては日本人街だったらしいんですよ、トレンガヌのこの場所っていうのは。で、このババ谷ですねの方も繁盛していたという形ですね。はい。いや、まだ残ってるんですね。周りの家とかもまだ当時の形のものが多いと思いますね。はい。気になる方は訪れてみるといいと思いますね。当時もこのぐらいの気温でこういう形だったんですかね。トレンガヌ、港町なんで、おそらく当時なんかね、魚の匂いなんかよくしてたんじゃないですかね。今はね、全くしないです。はい。こちら。はい。ただね、この2階。はい。谷豊さんの人生、大きく変える事件が起こった場所ですね。はい。それでは、紹介の方させていただきます。はい、それでは来ましたね。こちらがトレンガヌにある、クリスタルモスクですね。おそらくですね、谷豊さんもこちらの方で礼拝したのかなと思います。当時あったのかな、これ。ちょっとそこを調べてないですけど、はい。現地の谷豊さんもムスリムだったので、モスクでね、お祈りされてたということですね。どっちかというとね、日本語よりマレー語とか、あとタイ語の方が得意だったという方だったみたいです。はい。いやー、このねモスクいいんですよ。時間帯によってね光り方が違うんですね。夕日になったらもうゴールデンに光るんですね。いやー、クリスタルモスク好きなモスクですね、ここ。はい。結構ねマレーシアの方もこのクリスタルモスク好きで、観光で訪れる人も多いですね。はい。今日も平日金曜日ですけども、こうやってねモスクを訪れている方も多くいらっしゃいますね。はい。いやー、いいな。これなんですよね。ここでね、日本人がね、太平洋戦争前ね住んでたんですよ。住んで現地に根付いてたんですね。はい、クリスタルモスク。それではですね、ちょっとドローンの方で、撮影してみたいと思います。よろしくお願いします。
1933年11月6日、妹静子は反日のボートに殺害されるという悲劇が起こります。この事件を契機に、激怒した谷は単身マレーへ戻り、盗賊団を組織、裕福な中国人やイギリス人の消化を狙いつつ、略奪した金品を貧しい人々に分け与える合意により、ハリマオ、マレー語でトラの異名とともに、彼は庶民の英雄として支持されました。はい、それでは、日本人墓地の方に来ましたね。こちらですね。もう何年前ですかね。3年前ぐらいに一度寄らせてもらいましたね。はい。こちらの墓地ですね。谷豊さんが、こちらのお墓に眠っているっていうわけじゃないんですけども、谷豊さんのご家族ですね。の方がこちらの方に、眠っているという形になります。こういった形で谷豊の日という形でですね、こちらトレンガヌ日本人会の皆さんの方で、あとザイペナン日本国領事の、方がですね、こういった形で、作っていただいているという形になりますね。いやー、そうですね。すごい。数十人の日本人が住んでいたということです。思ってたよりそんなに多くないんですね、やっぱりね。商人であったり技術者としてこの町の人と共に暮らしていたということですね。ちょっとね、はい、こちらの方ですね。はい、貴重な資料となりますね。ね。こちらの方に先ほどちょっとお話ししたんですけども、谷豊さんのご家族がこちらの方に眠っているという形になります。もちろん谷豊さんのお母さんね、眠ってます。はい。お父さんはちょっとすいません、こちら勉強不足ですね。どちらで、福岡か日本かトレンガのどちらで亡くなったかっていうのはちょっと記憶にないんで、そちらはもうちょっと、今回はすいません、回答なしですね。はい。あと一番やはりね、注目というかね、すべきところはやっぱり静子さんですよね。本物ですね、これで。谷静子6歳だったんですね。お父さんもこちらのようで眠ってますね。谷浦義さんですね。あれ、お母さんはないですね。日本なのかな。はい、50ちょっと昔の字なので何歳か分かんないですね。はい。いやー、谷静子さんのお墓が、前回はね、私勉強不足で見過ごしてました。はい、谷静子さんのお墓があるということなんですけどもね、バーバー谷の2階で、休んでた谷静子さんなんですけどもね、中華系の盗賊に襲われて、首を切られて亡くなってます。でその首が晒し首にされて、見せしめになったということですね。でその首を取り返して近所にいた歯医者さんの方にね、体と首を持ってってつなげていただいて葬式を挙げたという逸話が残ってます。これの事件をきっかけに谷豊さんが盗賊団を結成して、中華系の方、それからイギリス系の方の商人を中心に、襲っていったと。でその襲ってって、巻き上げたお金っていうのはマレー系の方に配ったという逸話が残ってますね。ですので
本当にねいいことではないです。はい。中華系の方にねやっぱりそういった形で迷惑ね、いくらね身内がやられたとしてもそこはやってはいけないことになるんじゃないでしょうか。ね、心情は分かりますけどもねかと思います。はい。そして盗賊団を結成した谷豊さんですね。そしてまた新たなる出会いっていうのがこの後出てきます。はい。それではですねトレンガノは以上となります。次の場所にまた移動していきたいと思います。第二次世界大戦前夜、谷豊は日本陸軍の諜報部隊藤原機関 F 機関に秘密に協力。彼の現地ネットワークとゲリラ活動経験はイギリス軍に対する破壊工作や防衛活動に最大限活用されました。はい、それでは到着しましたね。こちらね1941年朝方だったですよね。マレー作戦で日本が、このコタボルの海岸から、侵入してきたという場所ですね。いやーすごい、ここから侵入してきて、本部と、外輪隊っていうふうに分かれて、外輪隊の方が外輪歩兵隊ですかねの方になって、現地で自転車を、盗んでね進軍したという形で、有名な話ですね。はい。ねえ、こっからあれですよ、70日で、シンガポールの、陥落まで行くという形ですね。やっぱり70日でねイギリス軍を相手にね戦ってきたということで、やはりですね谷豊さんのやっぱりその現地のやはり交渉力とかそういったところがあったからだと思いますね。はい。いや日本を救った方ではありますね。はい。ただここは要注意ですね。やはり谷さんがやった中華系の皆さんへのやっぱり残虐な行為とかそういうのは許されない行為だと思います。はい。はい、そうですね。いやではですね実際このままですねビーチの方に行って、日本軍が上陸した場所の方に行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではビーチの方に到着しましたね。こちら、はい、今ではね地元の方が釣りをしたり海水浴を楽しまれたりタコを飛ばしてる方もいらっしゃいますね。当時の面影ないですよね。こっからね船で上がってきたんですよ。燃料もねないままですよ。当時アメリカだったと思うんですけど制限されてて何もなかったんですよね日本は。その資源などの略奪のためにこのマレーシアを訪れたという形になります。燃料もないから自転車を強奪するしかなかったんですよね。戦車なんかここに持ち運べる力はなかったんです当時の日本に。はい、そういう状況でした。それでは、こちらの方ドローンで、飛ばしたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは、結局ですね承認区域に入っててドローンが飛ばせなかったんですけど承認の申請をしたんですけどうまくこの場所それが飛ばなくてですねドローン飛ばせませんでした。はい。だいたいね2、3分待てば承認されるんですけど残念ですね今回はしょうがないです。それではですねこのまま近くにですねモスクがあるんでそちらの方にも行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは記念碑の前にこのマレーシアが作ってくれた QR コードがあったんでこちらの方を映しますね。もしかしたら画面にスマホを当てて読み込んだら読めると思いますんで、はい、ちょっと見てください。
日本軍が上陸した時の説明の内容ですね、書いてますね。翻訳したら日本語でもわかると思うんで、翻訳していただければと思います。それではモスクの方に移動していきます。はい、それでは、コタバルの近くのモスク来ましたね。神々しい。すごいごつい。大理石ですか、これ。すごいな。装飾もすごいですよ、これ。それではですね、こちらの方でドローンの方飛ばさせていただきたいと思います。1940年3月17日、30歳または32歳ともされる若さで、その生涯を終えます。死因については諸説あり、襲撃任務中の負傷、またはマラリア感染によるものと言われています。いずれにせよ、彼はシンガポールの日本人墓地公園に葬られ、ハニマオとして戦後も語り継がれていきました。はい、それでは、ジョホールバルの方に到着しましたね。こちらまで15時間列車で移動してきました。ただ日本軍に関しては、ジョホールバルから、マレー作戦で入ってきて70日ですねの時間をかけてこの、ジョホールバル、それからシンガポールの方に来たという形になりますね。いやー、感慨深いですね。本当はね、今日シンガポールに行く予定だったんですが、ちょっと用事が入ってしまったんで、シンガポール行きキャンセルさせていただきました。すいません。前回ですね、谷豊さんの、お墓ですね、日本人墓地公園の方を訪ねた時の写真なんかもありますので、そちらの方を今ご覧いただいているかと思います。はい、そうなんですよ。で、谷豊さんの方は
ちょっとナレーションでもあったと思うんですが、マラリアに感染してシンガポールの病院で亡くなられたという形になっています。そして、現地の方に、迎えられてですね、現地の方式で、ムスリムイスラム教の方式で、葬式をしたということで、記録が残っています。はい、ただあと骨の方ですね、遺骨の方を、靖国神社の方にも遺骨は入っているということで、記録の方もありました。はい、やはりね、特別なこういった日本に対する特別なことをされた方なんで、そういったことを日本政府の方はされているかと思います。ただね、やはり公式っていうか表だった情報として出してないのは、やはり中華系の皆さんにね、やはり残虐な行為などもあったという点で、谷豊さんの方は、表だった情報にはなってないという形になりますね。どちらかというと中華系の皆さんで言えば、やはりマレーシアのね、中華系の皆さんで言えば、やはりマレーシアを裏切ったっていう形になってますんで、はいね、扱いが難しい方だと思います。はい、ただ私たち日本人としては、この方がいなかったらね、食糧危機どうなってたかなと思いますよね。でそれから東南アジアの各諸国ですね、ベトナムだとかインドネシアの独立っていうのもどうなってたかわからない形になりますね。はい、それほどの活躍をされた方ではあります。はい、それではですね、また東南アジアを中心に歴史的人物の方を皆様にこうやって旅を織り交ぜながら現地からお届けさせていただければと思います。またよろしくお願いします。失礼します。歴史は勝者が書くものという。だが時に名もなき者がその裏に真実を刻む。谷豊。それは国境を越え、信仰を越え、民族を越えて生きた一人の男の名。私たちは今彼の足音を見つめ直す。ハリマオは何者だったのか。答えはこの旅の中にある。マレーシア在住の私はそのことを強く感じています。